霊夢です。マリサだぜ。今日はどうしたの？前回、河合直子の怪しい写真を検証する動画を出したところ、予想をはるかに上回る多数の支持を視聴者の皆さんからいただいたんだが、この度、前回扱った内容よりも範囲を広げて、注意喚起のためのダイジェスト版動画を作ることにしたんだぜ。それはどうしてかしら？理由は、前回検証対象として7つの画像しか取り上げなかったこと。一方でオークションサイトや通販サイト、SNS などのネット上では、依然として彼女の偽画像が多く出回っていること。さらには、前回の動画を出した結果判明した新たな事実もあること、などだぜ。なるほどね。じゃあ、前回検証した画像7点以外にも今回取り上げる対象があるってこと？そうだぜ。この動画では前回扱ったものも含めて15点の偽物を本物と比較するぜ。そうなのね。ただ、前回の動画では検証の正しさを裏付けるために細かな説明を加えたり、本物の写真が撮影された背景なども述べたりしていたんだが、そうするとどうしても動画が長くなってしまうので、今回は注意喚起という目的を踏まえて、そのあたりの説明は最小限に留めて、なるべく短くまとめてみたぜ。わかったわ。以降この動画では、画面の左側に偽物の画像、右側に本物の画像とその出典を示すので、そのつもりでご覧いただきたいぜ。了解よ。あと、話を進めるにあたって、当然のことではあるが念のため、この動画内での著作物の引用やパブリシティ権への対応については、前回の動画と同様、法令で許容される範囲内に留めるように努めているぜ。わかったわ。じゃあ、早速本題をお願いするわ。OK。まずは前回の動画で扱った7つの画像について改めて見ていくぜ。最初はこの画像だぜ。この左側の画像は明らかな偽物で、実際には右側に示す通り、山内美穂子っていう人の写真集ブリリアンツに収録されている写真と、直子さんの写真集そよ風のメッセージに収録されていた写真を組み合わせたものだぜ。そうだったわね。詳細は前回の動画の検証1をご覧いただくとして、このケースのように他の人の写真を持ってきて、顔だけ直子さんのものに置き換えるというのは、偽写真の典型的なパターンの一つだぜ。なるほどね。以降の画像についてもこんな調子で話を進めるぜ。次の検証2ではこの画像を扱ったぜ。この左側の画像も偽物で、実際には平凡1982年4月号に掲載された右側の写真が本物だぜ。本物の方は、転落事故からの復帰後にオーストラリアで撮られたものだったわね。よく覚えているな、その通りだぜ。撮影当時はまだ腰の怪我が完治する前で、下にコルセットをつけていたぜ。これは直子さんの写真そのものを改変しているという点で、さっきのものとは手口が異なるわね。そう、これは直子さんの服装に際どい加工を施して、露出度を上げたり下着を見せたりするパターンと言えるな。これも偽写真の典型パターンの一つだぜ。続いて、検証3で取り上げたのはこの画像だったぜ。水着が小さすぎて、胸が水着からはみ出ちゃっている画像ね。これはあちこちで目にするけど、違和感が半端ないわね。そうだな。そしてこれももちろん偽物だぜ。本物は右側の写真で、これは彼女の写真集トランスアメリカに載っているものだぜ。これも直子さん本人の写真を改変しているのね。その意味では2枚目と同じ手口だが、改変の対象が水着写真だという点が異なるな。次の検証4で見たのはこの画像だぜ。これはかなり巧妙に作られた偽物だったわね。そう、本物は近代映画社の写真集さよなら夏に収録されている右側の写真だぜ。一見しただけでは違いがわかりにくいけど、左側の偽物はビキニのパンツをわざと吊り下げたように加工してあるのよね。これも先ほど見た3枚目と同じで、直子さん自身の写真を際どい方向に改変しているパターンだぜ。次の検証後ではこの画像を検証したぜ。これはスカートを極端に短く改変した偽物だったわね。そう、右側に示したプチセブンの1981年7月17日号に載っている写真が本物だぜ。ちなみに、この左側の画像をさらに加工してパンツが見えるようにしてある画像も出回っているが、これも偽物としか言いようがないぜ。これも、直子さん自身の服装を改変して露出度を上げているパターンね。ああ、さっき取り上げた2枚目の写真と同じパターンと見ることができるぜ。さらに続いて、検証6の対象がこの画像だったな。右側の2枚の写真がいずれも20世紀アイドル写真館というブログサイトで公開されている本物で、左側はそれらを悪用して作られた偽物だったぜ。これも直子さん自身の写真を改変して露出度を上げているパターンに分類できるわね。そう、そのように言えるな。ちなみに前回の動画へのコメントとして、右側の本物の写真を撮影した場所は池袋西部で間違いない、という情報を、撮影者様ご本人からいただいたぜ。そうだったのよね。この場を借りて改めて感謝申し上げるわ。次が前回の動画で扱った最後の画像ね。そう、検証7でこの画像を扱ったぜ。その時はおそらく河合直子ではなく別人、という結論だったのよね。その通りで、そこまでの結論は得たものの、ではこれが誰なのかという点は未解明だったんだが、動画を公開した後、複数の視聴者の方々からコメント欄で、週刊プレイボーイ、2002年2月5日号に掲載されためぐみさんの写真だという情報をいただいたぜ。実際その通りだと確認できたの？ああ、確かにその通りだったぜ。
つまりこの写真は直子さんとは無関係だという裏付けが取れたということね。そうだな。この件についても情報を提供くださった方々に改めて感謝申し上げるぜ。おかげで前回解明しきれなかった謎が解けたんだものね。ああ、そうだぜ。したがってこの画像については、今まで見てきた偽物とは性質が異なり、別の人の写真を河合直子の写真だと主張する、というパターンだぜ。それが意図的なものだったのか、純粋に間違えたのかはわからないけど、その主張が誤りだっていうことには変わりないわよね。そうだな。ちなみに、一言だけ付け加えるならば、左側の画像は前回の動画で説明したように、顔が水面から出ている境界を消す加工が施されているので、厳密に言えば、週刊プレイボーイに掲載された元写真とも若干異なっているぜ。なるほどね。以上で前回検証した怪しい写真については全て網羅したぜ。ここからは新しい写真が対象ね。ああ、前回の動画では取り上げなかった8枚の怪しい写真について確認していくぜ。まずは、検証1で取り上げたものと同じように、赤の他人の写真を持ってきて、顔だけ直子さんに置き換えるパターンの偽物を2例紹介するぜ。一つ目はこれだな。これは裸の上にエプロンをつけているのかしら？でも胸のサイズが明らかに違って見えるし、そもそも直子さんのこんな写真があること自体、違和感しか感じられないわね。そう、これも間違いなく偽物だぜ。エプロン姿の画像をどこから持ってきたのかまでは特定できなかったんだが、直子さんの顔の部分は、週刊ポスト、2018年1月12日、19日合併号に載っているものと全く同じだぜ。なるほど、左側が偽物だってことがはっきりわかるわね。そうだな。ちなみにこの写真が撮影されたのは1982年で、同じ年に出された写真集、別冊近代映画河合直子スペシャルパート3が初出だぜ。写真集に載っている同じ写真はかなり小さく判別しづらいことから、ここでは週刊ポスト掲載の写真を用いた方がわかりやすいだろうと判断し、そのように紹介したぜ。なるほど、了解よ。他人の写真の顔部分だけ直子さんに置き換えた偽物をもう一つ紹介するぜ。これも怪しさ満点だわ。これは実は鮎川ほのかっていう人の写真集の写真に直子さんの顔をつけたものだぜ。しかも偽物の方はご丁寧にパンツまで見せるように手を加えているのね。そうだな。そういう意味では左側は二重に偽物だと言えるぜ。ちなみに、直子さんの顔の部分をどこから取ってきたのかは分かっているの？そこは 100% 断定はできないものの、私が調べた限りでは、平凡、1982年1月号についているポスターの顔部分が使われているようだぜ。確かにそのように見えるわね。まあ、もしかしたら別の写真から持ってきたのかもしれないが、いずれにしても、左側の画像が偽物であるという結論は変わらないぜ。そうよね、同意するわ。ここからは直子さんの写真を改変するパターンの偽物を見ていくぜ。まずはこれだな。アダルトコンテンツと解釈される可能性があるので、念のためこの動画ではぼかしを入れているぜ。こんなヌード写真が本物とは到底思えないわね。これの元ネタは分かっているの？元は1983年に近代映画社から出された写真集、ナオコインバンコクに載っている水着写真だぜ。これを加工してヌード写真のように偽ったのが左側のフェイク画像だぜ。なるほど。こうして並べると左側が偽物だということが一目瞭然ね。まあ、そもそも河合直子は歌手であってセクシータレントじゃないんだから、ヌード写真が存在しているという時点で疑問を持つべきよね。そうだな。このように水着を消してヌード写真のように仕立てるという手口は、時々見かけることがあるが、騙されないように注意を促したいぜ。次はビキニのブラを外しているかのように装っている偽物だぜ。シャツの前がはだけて胸が見えそうになってしまっているのね。本物は右側の方の写真だぜ。これは1982年に沖縄で撮られたもので、2016年に出された写真集再開の夏に収録されているぜ。そうなのね。で、シャツの下はもちろん水着なのよね？もちろんそうだぜ。この写真からだとちょっと判別しづらいかもしれないが、同じタイミングで撮られた別の写真を見れば明らかだぜ。例えば再開の夏が出された時の特典ポスターや、4枚目のアルバムサマーヒロインのカセットテープ版についていた特典カードを見れば、シャツの下に水着を着ていたことがはっきりわかるぜ。なるほど。じゃあ左側のように胸がそのまま見えそうになるなんてことは起こり得ないわね。その通りだぜ。水着写真をヌード写真に仕立てた偽画像を見てきたが、次は露出度の高い水着に改変した偽物の例だぜ。これは水着が極端に小さすぎるわね。そう、右側に示したものが本物だぜ。これはもともと近代映画社が保有している写真で、フラッシュ、2017年2月14日号に掲載されたものだぜ。彼女がこれと同じ水着を着た別のショットが近代映画、1983年7月号や、写真集、さよなら夏、などにも収録されているので、左側の水着写真が偽物であることは疑いようがないぜ。左側の画像をよく見ると、秘蔵のネガが見つかったかのような説明があるけど、それも偽情報ってことよね。その通りだぜ。次も露出度の高い水着に改変した例だぜ。これも偽物なのね。そうだぜ。右側に出した本物の写真は、週刊プレイボーイ、1983年5月24日号に掲載されているものだぜ。偽物の方はわざわざハイレグ水着に仕立ててあるのね。そうなんだが、それに加えて胸元もより開いたような形に変えられているぜ。ほんとだわ。
ちなみに、彼女が同じ水着を着た別ショットも、週刊プレイボーイの同じ号に載っているんだが、それについても同じようにハイレグに変えた偽物画像が存在するぜ。左側の画像は雑誌記事のように見せてるけど怪しすぎるわね。そうだな。ここで見た例と同じように、彼女の別の水着写真をハイレグに変えた画像を目にすることもあるが、どれも偽物なので、騙されないようにしてもらいたいぜ。了解。ここまで、水着写真を使った手口として、露出度を上げたりヌード写真に改変するようなパターンを見てきたが、これ以外にも水着写真を悪用した偽物が存在するぜ。そうなのね。どんなものなの？今から2つ例を挙げてみるぜ。まず、この左側の水着写真は偽物だぜ。右側に示したものが本物で、これは1984年にワニブックスから出された写真集、ナオコフィフスアニバーサリーに収録されているものだぜ。これはほとんど同じに見えるけど、注意してみると、偽物の方は水着の下につけるインナーショーツが、透けて見えてるかのように加工されてるわね。その通りで、これは明らかに偽物だぜ。このようにインナーショーツが透けたような悪質な加工をした写真は、別のタイプの水着写真でも見たことがあるんだが、どれも偽物なので、騙されないように十分注意してほしいぜ。わかった、気をつけるわ。もう一つの例はこれだぜ。左上にナオコと書かれていてポスターみたいに見えるけど、これも偽物なのね。ああ、そうだぜ。本物は右側に掲げたもので、これは、明星、1984年8月号のポスターだぜ。なるほど、偽物の方は、胸のあたりの真ん中にある紐のようなものが消されているわね。それもそうだが、それだけじゃないぜ。偽物の方は胸に突起が浮き出ているかのような加工が施されているぜ。さらによく見ると、胸の大きさを強調するためにわざわざ影がつけられてもいるぜ。ほんとだわ。こういった加工をしてお宝写真のように装うパターンがあるってことね。その通り、水着写真を元にした偽物には、本来水着で隠れている部分が見えてしまっているかのように装ったり、胸の大きさを強調したりするパターンもあるので、気をつけてほしいぜ。ここまで、河合直子の偽写真への注意を促すために15点の画像を見てきたぜ。全体を通してみてどうだった？本当にいろんな種類の偽物があることがよくわかったわ。一応参考のために、これまで見てきた偽写真をパターンごとに振り返ってみるぜ。まず、他人の写真の顔を直子さんのものに置き換えるパターンの偽物がこれだな。前回の検証1で検証したものに加えて、今回新たに取り上げた2枚の画像も該当するわね。そうだな。それから、直子さん自身の写真を際どい方向に改変するパターンの偽物がこれだな。このパターンは、服装に手を加えて肌を露出させたり下着を見せたりするもの。あるいは水着写真で肌をより露出させ、場合によってはヌードのように見せるもの。さらには、水着で隠れている部分が見えてしまったかのように装うものなど、いろんなバリエーションがあったわね。そうだな。そして最後に、他人の写真を持ってきて河合直子のものだと主張するものがこれだな。このパターンに該当する他の偽写真を目にすることはそれほど多くはないんだが、たまに、河合直子をキーワードとして画像検索して出てきた他人の写真を、よく確かめないまま直子さん本人の写真と勘違いして、河合直子というラベルをつけたとしか思えないケースを見ることがあるので、要注意だぜ。初歩的だけどそういう間違いの場合もあるのね。そうだな。で、今回の動画で新たに8点を追加して、合計で15点の偽写真を紹介したけど、これで河合直子の偽写真は大体網羅できたのかしら？いや、残念ながらそんなことはなくて、偽物やその疑いが濃厚な写真は他にもあるぜ。そうなのね。今回説明した手口の典型パターンに当てはまるものであれば、画像検索などを用いて偽物を見破ることができるかもしれないが、だからといって、必ずしも見破れるとは限らないことに加えて、ここで紹介した典型パターン以外の手口が使われる可能性もあるので、結局は各自が偽物に騙されないよう、十分用心する必要があるぜ。そのためにはどうすればいいのかしら？前回の動画でも似たようなことを述べたが、河合直子は歌手である、という基本的な事実を正しく理解することから始める必要があるぜ。さらに、彼女は当時セクシーさをアピールするタレントとは全く逆の存在で、素直で真面目で飾らないというキャラクターだったことをよく認識する必要があるぜ。そして、その認識に立った場合に腑に落ちないような写真はまず間違いなく偽物なので、十分疑ってかかるべきだぜ。それが河合直子の偽写真に騙されないための心得ってことね。その通りだぜ。前回と今回の動画によって、彼女の偽写真に騙されない人が少しでも増えて、彼女に対する誤った認識が広がるのを防げると嬉しいわね。そうだな。同様の考えをお持ちの直子ファンの皆さんには、この動画の高評価ボタンを押して賛同の意を表明してもらえると嬉しいぜ。そして最終的には、河合直子という歌手が正当に評価されて、後世に語り継がれれば最高だぜ。そうよね、同意するわ。以上でこの動画はおしまいだぜ。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。